2025年6月、オーバーレア X1 スマート、アルメニアの首都エレバン編。オーバーレア X1 スマートを iPhone からマニュアルモードで手動操作してみました。前後左右の移動やカメラの上下の動きは比較的ゆっくりで、落ち着いて視聴しやすい映像速度です。ただ、360度、撮影時の回転動作はやや速く、目が回りそうで、映像として見るのは正直厳しいです。アプリで速度調整やスムーズな方向転換ができるようになれば最高です。360度自動回転で撮影すれば何枚も写真を撮る必要がなくなり、便利ですし、上空からの撮影なら人物が大きく映り込むのも避けられて、とても実用的だと感じました。ドローンを飛ばすのは楽しくて、ペットのように可愛く感じます。旅先で写真をあまり撮らなくなっていましたが、撮影のモチベーションが上がりました。自撮りではなく、自分の視線の先を自分の前で撮影しながら一緒に動いてくれるモードが欲しいです。アルメニアの首都エレバンやジョージア旧グルジアの首都トビリシでは、イベント会場でドローンが飛んでいるのをよく見かけるので、気軽に飛ばしやすいです。アルメニアのことはあまり知らずに訪れましたが、実際に行ってみると、とても親切で勤勉な方が多い印象を受けました。特に驚いたのは、どこへ行っても清潔感が高く、街がとても綺麗だったことです。当初はジョージアと似たような雰囲気を想像していたのですが、実際には建築物の印象が全く異なり、石造りの街並みに感動しました。写真では伝わりにくいですが、現地で見る石の質感や色味には独特の良さがあります。特に、ピンク色の石でできた建築物はとても美しく、黒い石でできた建築物は重厚さがあり歴史を感じさせられます。ピンク色の建築物は火山灰が固まってできたトゥフ凝灰岩という石材で作られており、ソ連時代以降の建物によく使われています。観光庁や劇場、美術館、近代的な教会など、街の中心部の多くに見られます。一方、黒い建築物は重厚な玄武岩バサルトという石材が使われており、修道院や中世の教会、戦争記念碑など、歴史的宗教的に重要な建物に使われています。また、エレバンでは文化への情熱も強く感じられました。特に印象に残ったのは、クラシックバレエに対する熱意です。滞在中には、ロシアの名門バレエ団、ボリショイとマリインスキーによる野外バレエフェスティバルが開催されていて、風が吹く寒い中、2時間以上立ち見で鑑賞する人が大勢いたのは、本当に驚きました。エレバンのオペラ座やハチャトゥリアンホールでも、公演が頻繁に行われていて、芸術が日常に根付いている印象を受けます。個人的にとても気に入ったのが、バスに乗って、チケットを読み取り機にかざすとラドファの和音が鳴ることです。単なる確認音にすら音楽性が込められていて、芸術や音に対するセンスが街全体に自然と溶け込んでいると感じました。訪問した6月は、エレバンワインデイズというワインフェスティバルも開催されていて、食や音楽を楽しみながら街歩きできる、非常に充実した滞在になりました。ワインはジョージアが有名ですが、アルメニアも素晴らしいです。もう一つ気に入ったのは、街中にある飲料用の噴水プルプラクの水です。とても冷たくて美味しいのですが、これは近くの山々から流れる雪解け水や天然の湧き水がそのまま地下を通って流れているからだそうです。こういったところにもアルメニアという国の自然の豊かさを感じました。スーパーのミネラルウォーターより断然美味しいのでおすすめです。今回はエレバンの中心地にしか滞在しませんでしたが、街は夜も賑わっていて、一人歩きも全く問題ありませんでした。とはいえ、西ヨーロッパのような人混みはなく、落ち着いた雰囲気の中で、のんびり滞在したい方には、ぴったりの街だと感じました。ハチャトゥリアン国際コンクールのビデオに、エレバンの街の写真もたくさん掲載していますので、興味のある方は、ぜひご覧ください。